生命の起源に迫るシナリオに新たな展開がもたらされました。NASA がサポートする研究チームが発表した最新のデータが、これまでの太陽系の歴史に新たな光を当てました。私たち人類、そして地球上のすべての命を誕生させた真の立役者は、太陽系の王者、木星だったかもしれないのです。46億年前、生まれたばかりの太陽系で起きていた運命の分岐点。もしもあの時、木星が巨大化していなかったら、地球の命の源になるはずだった物質は、すべて宇宙の彼方へ吹き飛ばされ、今頃水も生命もない、カラカラに乾いた不毛の惑星で終わっていた可能性すらあったのです。なぜ木星が生命の立役者と言えるのか。今回は私たちがここに生きている究極の奇跡の正体に迫る冒険へ皆様をお連れいたします。46億年前、生まれたばかりの太陽系。かつて寿命を迎えた巨大な星が大爆発の瞬間に作り出した窒素やリンといった生命の材料が塵やガスとなって大量に漂っていました。これらが集まってやがて地球が誕生することになるのですが、この時生命の材料は生まれたての太陽が放つ強烈な嵐や熱によって外へとどんどん吹き飛ばされていきました。このままでは地球が生まれるはずのエリアから生命の材料がすべて消え去ってしまう。そんな絶体絶命の危機を救ったのが、水などの物質が気体から固体に変わる境界線、スノーライン。スノーラインとは太陽系のような惑星系の形成初期において、恒星からの熱によって水が蒸発し、ガスになるか氷になるかの境界線となる距離のことです。太陽系では太陽から約 2.7AU の距離に存在しました。スノーラインのすぐ外側には押し流されてきた材料が次々と凍りついて降り積もり、木星が急成長するための物質が無限に存在するエリアとなりました。塵や氷が凄まじいスピードで合体を繰り返し、爆発的なスピードで成長し、木星のコアを形成。太陽が周りのガスを完全に吹き飛ばしてしまう前に、巨大な塊へと一気に成長しました。その桁違いの重力によって周囲のガスをブラックホールのごとく一気に吸い込み、地球の318倍という超巨大天体になっていきました。宇宙のスケールにおいては一瞬とも言えるスピードで超巨大化した木星は、太陽系にある劇的な変化をもたらしました。木星があまりにも巨大な重力を持つため、宇宙に目に見えない強大な重力のバリアが出現。このバリアによって窒素やリンといったデリケートな物質が太陽系の内側から外側へと自由に移動することができなくなってしまったのです。NASA の研究チームが初期太陽系の岩石データを詳細に分析したところ、驚くべき結果が出ました。チームが注目したのは、太陽系で一番最初に作られた第一世代の岩石と、そのわずか2、300万年後に生まれた第二世代の岩石に含まれる生命の材料であるリンと窒素の比率でした。第一世代の岩石ができる頃、
木星はまだまだ小さく、太陽風や熱で物質が外へと流れていったため、太陽系の外側にある岩石の方が栄養豊富でした。ところが、直後に木星が急成長したことで、太陽系の流れがガラリと変わります。木星の強力な重力バリアに阻まれ、窒素やリンといった生命の元となる物質は、太陽系の内側から外側へと自由に移動することができなくなってしまったのです。木星のバリアがあったからこそ、その後に形成された第二世代の岩石は、太陽系の内側の領域の方が圧倒的に高い比率で生命の材料を含むことになりました。この材料をたっぷり含んだ内側の岩石がそのまま地球のベースになったのです。木星がバリアを張ってくれたおかげで、生まれたての地球の周りには最初からたっぷりと生命の材料が用意されていた。私たちの足元にある命の土台は、46億年前に木星が張った奇跡のバリアによって守られたものだったんですね。ここで誰もが一つの疑問にぶつかるのではないでしょうか。隕石が生命の種を運んできたという説は嘘だったの？結論から言うと、それはそれで事実なんです。今回の NASA の発表は、従来の隕石説を否定したのではなく、むしろ私たちの想像をはるかに超える奇跡のダブルパンチで地球の生命は誕生したということを証明しました。これまでは生命の材料が何もない生まれたての地球に、後から降ってきた隕石が生命の材料を運んできたと考えられていました。隕石が生命の起爆剤を運んできたという証拠をがっちりと掴み取ったのは、日本の探査機はやぶさ2でした。はやぶさ2は地球からはるか彼方にある小惑星リュウグウの表面の砂を地球へ持ち帰るという快挙を成し遂げました。科学者たちが固唾を飲んでその砂を分析した結果、世界中が震撼。光の届かない冷たい小惑星の砂の中に、生命の源であるアミノ酸や地球の海と同じ成分の水がそのままの形で含まれていたのです。しかし今回の NASA の発見で真実が書き換わりました。木星のおかげで地球は誕生当初からすでに生命の元となる窒素やリンをしっかりと持っていた。そこへさらに隕石が降り注ぎ、大量の水や有機物をとどめのように運んできた。最初から生命の材料を持っていた地球と、後からそれを爆発させた隕石。両方が揃わなければ、私たちは今、ここに存在していなかったかもしれませんね。木星の役目はバリアだけにとどまりませんでした。なんと、その巨大な質量のまま、太陽系の内側へと大移動を開始したのです。この驚きの大暴走を天文学ではグランドタックモデルと呼びます。誕生したばかりの木星は太陽に向かってずるずると引き寄せられていきました。そして火星が生まれるはずだったエリアに思いっきり踏み込み、そこにあった物質をその強大な重力で吸収、あるいは宇宙の彼方へと弾き飛ばしてしまいました。木星が通り過ぎた後の火星エリアは、物質が奪い尽くされた不毛の地に。このまま進めば、地球も惑星になる物質を奪われてしまうはずでした。
かし、ここで太陽系最大の奇跡が起きます。外側で遅れて巨大化した土星が猛スピードで木星を追いかけ、追いついた瞬間、2つの惑星の間で絶妙な重力のバランスが成立したのです。結果、木星と土星は太陽に飲み込まれるギリギリのところで U ターンし、太陽系の外側へ向かって移動を始めました。難を逃れて大きく育った地球。一方で木星にかき乱され、残された材料をかき集めて、なんとかギリギリ形になった火星。標準的な計算では地球と同じかそれ以上に大きな惑星に育つはずでしたが、地球の10分の1という小さい質量のまま成長が止まってしまいました。星が小さすぎるということは重力が足りない。大気や水を留めておくことができず、次第に干からび、現在の赤く冷たい星へと変わっていきました。私たちの住む地球の美しさは、切ない犠牲の上に成り立つ奇跡のバランスだったんですね。木星の恩恵を受けて、奇跡的に生命の材料が濃縮された地球。では、木星の外側の世界はどうなっているのでしょうか。NASA をはじめとする世界の科学者たちが、地球以外に生命がいる可能性が最も高いと大注目している場所があります。木星の衛星エウロパや土星の衛星エンケラドゥスです。これらの星は太陽から遠く離れているため、表面は氷点下100度以下、氷で覆われています。一見生命なんて存在できない不毛の世界のように見えます。しかし表面の分厚い氷の殻を何キロも突き進んだ奥深くに、私たちの常識をひっくり返す世界が隠されていると考えられています。木星や土星の強烈な重力によって地熱が発生。その摩擦熱によって温められた地球のすべての海を足しても到底及ばないほど広大な地下の海が氷の下に広がっていることが分かっているのです。土星の衛星エンケラドゥスに至っては、宇宙空間に向けて間欠泉のように凄まじい勢いで海水が噴き出しています。噴き出した海水の成分を調べたところ、生命の源である有機物や貴重なリンがすでに確認されています。太陽の光は1ミリも届かない漆黒に包まれた海の底。そこには地球の深海にある熱水噴出口と同じ環境があると考えられています。光が届かない熱水噴出口の周りには、地熱のエネルギーを吸って生きる奇妙なエビやカニ、微生物たちがうじゃうじゃ生息しています。だとしたら、エウロパの深海でも同じことが起こっている可能性が高い。46億年前、木星が作った重力のバリアによって、内側と外側に引き裂かれた生命の材料。内側では太陽の光と絶妙な環境を保ち続けた地球で生命が生まれました。外側では太陽の代わりに木星の重力に温められ、分厚い氷のバリアに守られた深海で、想像を絶するような未知の深海生命が今もなお泳いでいるのかもしれません。今回の NASA の発見は、遥か遠い宇宙で生命が存在する星を探す方法までガラリと変えてしまいました。
天文学者たちは宇宙のあちこちで第二の地球候補、つまり水があって生命が住めそうなハビタブルプラネットを血眼になって探しています。これまでは地球に似たサイズでちょうどいい気温の星というその星単体ばかりに注目が集まっていました。しかしこれからはその星のすぐ近くに木星のような巨大なガス惑星があるかどうかが探査の鍵となります。惑星系の構成全体を見ることが重要な新ルール。どんなに見た目が地球にそっくりな星でも、近くに生命の材料をせき止めている木星役がいなければ、命が生まれる前にすべて宇宙の彼方へ生命の材料が流れていってしまった可能性が高い。地球を主役として輝かせるには、木星という名脇役が絶対に必要だった。この太陽系のルールは遠い遠い宇宙でも同じはずです。本当に探すべきは地球に似た星だけではなく、その外側で優しく見守るように適度な距離で回り続けているコールド・ジュピター。木星が生命の材料を分けたという NASA の発見は、遥か遠い宇宙で生命が住む星、ハビタブルプラネットを探すルールまで変えてしまいました。そして今、NASA の探査機エウロパクリッパーは、木星の衛星エウロパの海を調査すべく、猛スピードで宇宙空間を進んでいます。木星への到着予定は2030年。木星の外側にある星はどんな材料を持っているのか。46億年前に仕掛けられた材料分別の答え合わせがすでに動き出しています。点と点だった宇宙の出来事が一本の線でつながる日が楽しみですね。今回の冒険はここまで。また次の冒険でお会いしましょう。